から帰ってきて、まだ車たちとの時間はまだゆっくりできてないです。スープラはこのままでいますので、3週間ぶりにエンジンをかけて外に出して、ちょっとこれから計画していることについていろいろお話したいなと思っております。このスープラの改造計画についてゆっくり話してみましょう。Twitter、インスタ、Facebook もやってます。@Steve'sPOV。そして新作品の T シャツ、このデザインと、あと4つほど新しいのあるので Steve'sPOV.jp と Amazon Japan をチェックしてね。日本にいる間もこの車についていろんな方との、打ち合わせというか、スープラ持ちの方にも相談しながらいろいろ見てきて、自分のスープラはこういう風にしたいなというイメージができました。もちろんうちのあっちゃんにいろいろ相談しながら、まずはですね、来週からアイブンのショップまで車を持ってきます。このエンジンはシングルタービンにすることに、決まりました。そしてカムシャフトはかなりアップします。スプリング、リテイナーなどのこと、そしてシリンダーヘッドの加工までアイバンにそれを任せて、やってもらいます。馬力的にはそんなにすごい数字は目指してないです。あっちゃんも一緒です。ただ楽しい車と、何よりやっぱりね、いい音をする車、エンジンかけた瞬間で、いい音だってなるよね。わかりますよね。車好きならすぐわかると思うんですが、エンジンかけたらパッ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 のロータリーじゃないけど、ああいう感じのエンジンになってくるといいなと。馬力的には600数十馬力で十分ですよね。そこまでスピード出さないおっさんだし、楽しく運転したい。車のイベントに着いた時にその音でみんなにちょっとエキサイトしてほしいというか、エキサイトさせたい。自分もエキサイトになると思うので、その方向でまずエンジンの方で行くことにしました。そしてその中ですごいお世話になった今回のエンジンパーツなどのことで、アメリカの業者円熟レーシングさんのアンドルーさんにいろいろ相談して、パーツの手配なども本当にありがとうございます。円熟レーシング Andrew, big shout out for you. Thank you for all your support so far on this project. Ivan, you too. You are getting all these parts that come into you. We got a lot of work to do on this car.ミッションはどうするかっていうやっぱり悩みっていうか、以前はね6速が5速に変わって、でもこの間試乗できて、ミッションはとりあえず悪い感じじゃないので、600馬力なら異常な過剰な運転とかはしない限りは持つのかなと思う。6速のミッションにまた戻そうと。トヨタのミッションじゃなくても日産の 370Z のミッションになんか変換するキットみたいなのあるんですよ。ミッションとクラッチはとりあえずこのままにしようかなっていう考えもあります。途中でそれ変わることもあるかもしれません。ブレーキ、これ NA 車なのでブレーキがちっちゃい方ですよね。今回の大阪オートメッセで久しぶりにキャバクラ小林さんチャンネルでちょっと大昔の動画で見ていただければ、出てくるんだけど、アメリカでリバティワークの加藤さんに初めて会った時に一緒にいた、CSD、 山口県の CSD の小林さん、今回、大阪オートメッセで3年ぶりに会いまして、できれば CSD のブレーキで行こうかなと考えてます。ホイールに関してはご存知の通りワークホイールさんのところで先日見学させていただきました。実はもうそれを見ていろんな話をして決まりましたね。ワークホイールにすることも決まりました。今作ってもらっているところなので、SAS 車高調 ISC
サスペンション。あっちゃんの RX7FC の時にお世話になったしっかりした本当にそういう車庫帳メーカー、アメリカの会社なんですよ。すごい丁寧にいつも早くこう対応してくれるこの車用の車庫帳を作ってもらいました。いない間に ISC サスペンションからスープラ用の車庫帳が届きました。すごい会社ですよ。すごいかっこいいものを作ってるし、サービスも早いし、丁寧だし、何より本当にいいものを作ってるので、今回もちょっとスープラプロジェクトについて相談したら、すぐにスティーブさん、いいのは作りますよってなりました。おお、まず、かっこいい。あれ、日本語入ってるんじゃないの？なんと書いてあるのかな？パイナップルはピザに属します。ということです。ISC さん、日本語もすごいな。知らなかった。かっこいいね。かっこいい。どういう意味？これですね。じゃじゃん。じゃじゃん。ISC の車庫帳です。かっこいいんじゃないですか？いいね、いいね。色もいいし、ゴールドもめっちゃかっこいい、いい車庫帳です。ボディキットは注文しました。どこのものなのかってまだ言わないことにしますが、かっこいいボディキットとかっこいい色も選びましたんで、もう少々お待ちください。カーボンのボネットのまま、ウィンチもカーボンのまま、あとはもちろんインタークーラーのままではやっていけないですよね。ダメですよね。これが完全に綺麗に、なります。中はね、今このスパークあまり気に入らないスパークのレーシングシートが入っているので、それはまだ考え中ですが、そんなに大きく中はもう綺麗なので、やることはそんなにないと思うんですが、日本にいて今回大国でなおちゃんの、スープラ、そしてその他の方のスープラを見て、いいアイデアが浮かびました。これはいいんじゃないかってあっちゃんにいろいろ相談しながら、もう計画がやっと見えてきたので、エンジンマネジメントも、決まってます。ECU マスターズという会社があるんで、そこのコンピューターを使ってシングルタービンのエンジン 2JZ のもうめっちゃ音で楽しみにしています。そしてもう一つはね、日本人の方、大阪音メッセージで知り合った方からもプレゼントが届いているので、おそらくこのスープラ用のものだと思うので、これもあげてみたいと思います。少々お待ちください。日本から帰ってくる前にこれがもう届いてたんです。さすがに日本の梱包だよ。でもアメリカ人はいつも言うんだけど、勉強してくださいよ。これ見て、こう完璧なタイプ。わお、何が皆さん、わー、スティーブ様へ、わお、あっちゃんへ、みんなで食べてくださいっていうものまで、すごいな。杉山さん、ケンジさん、ありがとうございます。ケンジさんは本当に すごいです。せっかくだから、まずスティーブ様 A のところをから、開けましょう。よくわかってるね。ザ・ブルーアーツザ・ブルーアーツの CD じゃないですか。ありがとうございます。大好きなザ・ブルーハーツ。ケンジさんよく分かってくれましたね。もう一枚も入ってる。90年代のクライマックスベスト。ありがとうございます。あっちゃんへ。Legends of Mazda 1991ルマンロータリーパワーの奇跡。ロータリー大好きなあっちゃんだから喜ぶと思います。ありがとうございます。これあっちゃんに渡します。これ皆さんにも食べてくださいと。何が入ってるのでしょうか。何松の里なんでしょうね。これちょっと開けてみます。みんなで食べます。うわー、すごいおしゃれな箱。うわー、せんべい、海苔の何かだよね。海苔なんだよね。これ今開いちゃったんで食べます。海苔大好きですよ。めっちゃ美味しい海苔だ。なんて読むのかわかんないけど食べ方わかる。これは最高。美味しい。わー、ゲンジさんありがとう。日本のおすすめ、僕まださらに
入ってる。うわー、おすすめの工具。あ、これは何？ネジソーラス。あー、聞いたことある。スティーブさん、これおすすめだよということをよく言われたので、一家に一本、ね、ネジ、ザウルス、前からこう噂ですごくいい感じにしてるよね。メイドインジャパンだよね、これも。ありがとうございます。これも使いますね。ありがとう。あと、車のパーツになりました。これは、ケンジさん会った時に言われたんで、スティーブさん、これは、スティーブさんの車につけなくてもいいとかって言われたんですけど、プレゼントとしていただいたのは、LED リングのテールですよね。かっこいいよ。ケンジさんすごいよ。ありがとうございます。これめっちゃいいです。まだ方向性はテールに関しては純正のものも大好きですよ。でもこれもちょっとやっぱりつけてみたいなと思うので、めっちゃかっこいいよ。いや、感謝です。これからこのプロジェクト協力してくれる会社がもういっぱいあります。それぞれをこれから紹介していきます。皆さんチャンネル登録をよろしくお願いします。このプロジェクトもそうだし、他の車のプロジェクトと、あまり動いてないサニートーラもそうだし、グロリアもそうだし、他も寝かしてる2年前から寝かしてる車も誰にもまだ見せてない車もあるので、チャンネル登録とお知らせボタンをオンにしてください。それで新作動画がアップされた時にお知らせができますのでよろしくお願いします。そして stpov.jp とインスタ、ツイッター、Facebook などもよろしくお願いします。続きますので、これからエンジンを話して前向きに進むのでよろしくお願いします。ではまた次回まで日々前進頑張ってやっていきましょう。よろしく。